日はガンダムベースいっちゃうぞってことで、どうもプラミンです。はい、ということで今回の動画は本日10月26日、なんとガンダムベース限定で HGセルフのアップデート版が発売される日なんですよ。もう最高、マジでありがとう。でですね、なんと今日はね、終日ガンダムベース抽選なんですよ。で、なんと僕ね、見てください。ガンダムベース東京26日整理券、落選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 当選と、なんとね、抽選当たりました。マジで嬉しい。なんだけど時間がね16時半からってことで、売り切れてないかちょっと心配な時間帯ではあるんだけど、ちょっと今日はねガンダムベースに行って G セルフ買ってきます。まあただこの動画が出てるってことは僕は G セルフ変えたってことですから、16時半の僕頑張ってくれマジで。ってことで早速ガンダムベース行ってきます。はい、ということで家帰ってきました。ただいま。そしてみんな完全勝利です。はーい GG と、これが欲しかった。マジで嬉しい。売り切れてないかめっちゃ心配だったんだけど、めっちゃ面白くて、1人取ったら店員さんが1個出す、1人取ったら出す、1人取ったら出す、1人取ったら出すって繰り返して、もうワンコガンプラしてました。箱絵はこんな感じでガンダムベースと G セルフが並んでる。素晴らしいねマジで。箱の側面はこんな感じ。やっぱね、新規造形のランナーと従来のランナー両方入ってるのかな。なんで結構ね、箱自体はすごい分厚くなってて、値段もね3850円で、通常版より1000円ぐらい値段上がってますね。まあ納得のボリューム感で、箱絵に G アルケインと G ルシファーが載ってるんだけど、なんとね、両方ともサプライズ再販来てました。でね、両方買ったのよ。で、その変えたキットたちに関しては購入品紹介動画を撮ったんで、そっちでね紹介するんだけど、まあとりあえず購入品紹介動画の方でまたこの子たちが出てきます。で、箱の側面見てみると進化した部分がピックアップされてたり、こことかね、胸のパーツがクリアパーツついてんのやばいでしょ。で、セット内容はこんな感じで、アクションベースがねついてきてるんですよ。これねすごい嬉しいね。いやーマジ嬉しい。ってことで早速ね、中身見ていきましょう。ではいざ開封。ちょっとね、購入品紹介の動画撮ったんで、もう実は開けるの2回目なんだけど、ランナーの袋全部で7枚です。めっちゃ多い。はい、内容物はランナーが全部で15枚と、ポリキャップ2つ、サーベルエフェクト、ホイールシール、プラスチックシール、アクションベース、説明書になってます。これね、説明書こんな感じで、表紙とかないね。なんかプレ版の説明書みたいになってますね。パーツリスト見てみると、こんな感じで余剰パーツね結構出るんですが、それはアップデートされた部分の古いパーツが余剰パーツって感じかな。全ランナーのうちこの3枚のランナーが新規造形ランナーで、1枚多色成形の、残り水色と赤色のランナーで、この多色成形のランナーなんだけど、これね、もうここ見ただけでもめっちゃ進化がわかるポイント。目の部分くり抜かれてるし、顎もねないのよ。で、ここにツインアイとバルカンのパーツがあって、でしかもおでこの部分クリアパーツになってる。これもうほんと完璧な色分けになってます。で、さらにちょっとね、こっちこれがすごいんだけど、胸部パーツが新規造形になってて、さらにそこにかぶせるクリアパーツがね造形されてるんですよ。これなかったからね、まさかここまで再現するとは思わなかった。本当にすごい。で、なんかこの赤いランナーの方は関節構造とかがちょっと変更になってるらしくて、すごい胴体動くようになってるらしいです。ポリキャップは PC202 と002で、シールがすごくて、このホイールシールもねすごいギラついてるし、このプラスチックシールがめっちゃすごいんだよね。このちょっと分厚くなってるシールで、瞳の部分がね、あの劇場版の特徴的なレンズまで再現してるっていうね。ちょっとね、マクロで見てみるとこんな感じ。すごいね、シールの中にしっかりとレンズのディテールが入ってて、めちゃくちゃ細かいね。これほんとすごい。で、サーベルエフェクトは細めの SB15、そして残りのランナーが全て既存のランナーですね。いや、それにしてもこの G セルフマジでほんと楽しみ。ちょっとね、完成品が早く見たいんで、早速ねもう作っていきましょう。
はい、それじゃあ早速 G セルフ作っていきましょう。まずは頭部から。まずこのイエローのパーツにめっちゃシール貼るんだけど、ツインアイはプラスチックシールじゃなくてちょっとこっちを貼っていきます。シール貼ってみるとこんな感じ。ツインアイの縁取り部分、黒いところが分割された黒いシールを3枚貼るっていう構造になってて、ちょっとね独特。そこにイエローとブルーのクリアパーツを取り付けて後ろに差し込む。次頭の上の部分なんだけど、この後ろにこのちっちゃいクリアパーツをはめてそれを取り付ける。ここまでパーツ分割なのマジでやばい。前から赤いパーツを取り付けて色分け完璧で、前から取り付け、もうすでに G セルフの顔になってきた。やばい。最後に側面に装甲とイエローのパーツを取り付けて、これで飛ぶ。完成しました。これアップデート前の G セルフ作ったことある人ならわかる。もう別物。もう本当に完全新規ですごいです。アップデート前の頭部と比較してみてみるとこんな感じ。9番の頭部は若干ね劇中っぽくないんだけど、新しいこのキットの頭部はまんま劇中の G セルフって感じ。側面もこんな感じで色分け精度がねやっぱ高くなってて、どこから見てもアップデートしたんだなっていうのがすぐにわかる。いや本当にまさに劇中の G セルフの顔してるね。最高。はい、そしたら続いて胴体。まず胴体の背面に色々ねスライドして取り付けて、胸部全面のクリアパーツ、ここがまさかの2パーツ構造になってて、中のディテールが再現されてる。でこれを取り付けて、前は肩のジョイントパーツが別パーツになってて、割と最近よく見るこういうタイプ。そしたら前後で挟み込んで、腹部も2パーツ構造になってて、これをさらに下の赤いパーツに差し込む。胸部と合体。首パーツも取り付けて、ダクトパーツとこれねカバーのクリアパーツ。胸部で一番すごいの正直ここな気がする。で最後にこのサーベルラックをボールジョイントで上から取り付けて、これで胴体完成しました。ここの側面は段落ちとかになってないから合わせ目出ちゃうんだけど、まあここはね割と消しやすい感じだね。でまあ物としては本当に全然違う。ちょっと頭部つけてみようか。旧 HG と比較してみてみるとこんな感じ。もう本当に一目でわかりますよね。全然別物で、やっぱり胸部にクリアパーツついてるのが本当にすごい。劇中感が半端ないね。でやっぱりここのサーベルラックがこうやってボールジョイントで動いてくれることで、多分ねアクション性の干渉があんまなくなるんじゃ。ちょっと待って、首の可動すんごやばくない？何これ、すごいすごい。前のはこんぐらいしか上がんなかったのにこんな向ける。グワングワン動く。ここちょっとこれはね他の部位も早く作りたくなっちゃうんで作ってこようか。ちょっと待ってください。これ今動画撮りながら一人でちょっと遊んでたんだけど、胴体のやばいポイントちょっと見つけちゃった。この腹部がこんな感じで伸びるのよ。こんな感じでね、こうやって伸びて、でしかもこの腹部が伸ばしてこう前に持っていくとこんな前かがみのポーズが取れる。この違いやばくないですか？これが多分一番胴体すごいポイントかも。肩これ 9HG の方なんだけど、ちょっとポージングのために一回つけていい？やっぱやばい。めっちゃこれ最高だな。やばくない？めっちゃ動くんだけど。はい、じゃあね腕作っていきます。まずね関節構造は昔のやつと変わってなくて、その上にかぶせる二の腕のパーツが新規造形で、肩アーマーしっかり肩アーマー上部のこのブルーとイエローのダクトが色分けになってます。はい、まず肩アーマーだけでこんな感じ。肩アーマーねこのクリアパーツ以外は完全新規になってるんだけど、ここね中心に割とデカめの合わせ目があるんで、これだけちょっと気になるかな。でそしたら前腕部組み立てて、最後にハンドパーツを取り付けて、これで腕部完成です。ここまでが新規造形で、この下の部分は従来と一緒って感じで、なんだけど肘の可動がここまで曲がってくれて、 9HG の方は90度しか曲がんないからだいぶ違いますね。でこれ関節自体は一緒なんだけど、この二の腕のパーツの前面がこっちの方が大きく隙間が空いてて、こうね
動かした時に干渉する部分を減らすことで可動域が広がってるって感じ。関節自体はね、もともとこんぐらい曲がるポテンシャルを持ってたらしい G セルフで、胴体との接続はボールジョイント。はい、どうでしょうか。上半身できたんですけど、いやマジですごい進化だ。10年ってでかいんだね、やっぱね。上に手を上げる可動もこのぐらい、めっちゃ動くね。本当に上を見上げるこういうポーズもめっちゃ綺麗に撮れる。第一挙動ちょっとやばいね。この動画ちょっと今回興奮しすぎて尺めっちゃ長くなりそう。サクサクやんないと。はい、そしたら続いて腰部なんだけど、腰部の新規造形はこの股関節のパーツ。これシードフリーダムキットみたいな感じで、こうやって軸が上下に動くやつ。はい、そんなこんなで腰部組み立ててみるとこんな感じで、本体に取り付けはボールジョイント。やっぱね、もともと造形はね悪くなかったキットだから、こうやって新しくさらに造形が進化した部分と一緒になっても違和感ないのがすごいね。はい、そしたら続いて脚部なんだけど、脚部の新規造形はこのパーツ一つだけなんで、ちょっとねサクッと組み立てていきます。はい、ってことで脚部作ってきました。この脚部ね、本当にこの後ろの1パーツだけだから、正直見た目は全然変わってないんだけど、何がどう変わったかっていうと、ここ膝関節の後ろの部分がこっちの方が大きくなってて、腕部の関節と一緒で元々あった可動域のポテンシャルを最大限に引き出してる感じで、新しい方は膝がねこのぐらいめっちゃ曲がるんだけど、古い方はこのぐらい、だいぶね変わってます。これで、これをちょっとつけていこうか。本体との接続は軸接続。はい、ということでこれでまず本体完成しました。やばくない？めっちゃかっこいい。ほんと足とか腰とかほぼ変わってないんですよね。だいたい上半身に新規造形が集中してるにもかかわらず、このなんか新キット感やばいね。全然違う、別物。ただやっぱり足の可動に関してはもともと苦手だったこのロールの可動、ここはね変わってないから、この左右に展開するここのロールだけはやっぱもともとのキットと一緒でちょっと苦手。これ腹部がほんとこうやってめっちゃ動いてくれるから、 G セルフならではのこういうポージング、これがめちゃくちゃバッチリ決まってくれる。こんな感じで座らせることもできちゃうね。ちょっと 9HG からビームライフル拝借してきました。どうでしょうか。このポージングがバッチリ決まる可動なのが本当にすごいね。はい、 9HG と並べて立たせてみるとこんな感じ。胴体のスリムさとかが増してたり、この腹部の伸縮ギミックがあるおかげでちょっとねこう調整してあげるとめちゃくちゃスタイルよく見えますね。あとは足のこの上下のギミックがついてるおかげで、シードフリーダムキットと一緒で無改造で足が伸びるので、それもねさらにスタイルが良くなるのに一役買ってるね。こう見てみるとほんと全然違うね、別物で。そしたら最後にバックパックと武装なんだけど、武装はこのシールドの白いパーツだけ新規造形で、何が変わったかっていうと、裏にディテールが増えたっていう感じ。事件です。パーフェクトパックの軸折れました。最悪、マジでやらかした。だけどバックパックは昔のと変わらないので、ちょっと申し訳ないんだけど前作った方から拝借してきました。でこれを取り付けて、これでガンダムベース限定パーフェクトパック装備 G セルフ完成です。はい、ということでこれでね HG ガンダムベース限定 G セルフパーフェクトパック装備完成したんですけど、 G レコ大好きマンからしたらかなりね満足いく出来のキットですね。この胴体と頭部、そこがねこんなに変わるだけでこんなに全体が違って見えるんだっていうレベルで全然別物。このキットしかも普通の G セルフの肩アーマーも余剰パーツでついてくるんで、こんな感じでアップデート版の普通の G セルフにもね組み替えができて、正直このキット2個欲しいよね。っていうかアサルトパックもあるから3個欲しいね。いやちょっとねガンダムベース限定だから入手難易度若干高いんだけど、またどこかで買えたら2個目3個目買いたいね。パーフェクトパックもいいけど、この素体の普通の G セルフ、これめっちゃかっこいいね。でやっぱ個人的にはこの目がいいね。劇場版の綺麗な瞳の輝きを本当にすごい再現してくれてて、めちゃくちゃかっこいい。普通の G セルフがパーフェクトパック背負った状態もできると。どうですかこのアクション性。
ほんと HG の G セルフ、あの頃からは考えられないようなこのアクションポーズの決まり方やばくない？いやこれ本当に素体状態で1体欲しいから2個目3個目ほんと欲しいな。このパーフェクトパック G セルフの背負い物ない状態もかっこいいね。いややばい、マジで G セルフ愛が止まらない。かっこよすぎる。でもこの動画は果たしてレビュー動画と言えるのだろうか。これもはや組み立てリアクション動画になってるんだけど、まあいいよね。ってことで今回はガンダムベース限定 HGG セルフパーフェクトパック装備型作ってレビューしてみたんですが、いかがだったでしょうか。めちゃくちゃ個人的には最高のキットだね。そしてこの流れのままこんなにね G セルフが大人気、もうみんな来るなら MG の需要ありますよ。 MG どうかお願いしますということで、今回の動画少しでもいいなと思ってくださったら高評価チャンネル登録していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。プラミンでした。